この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。ストーリーを感じるワクワクするようなイラストですよね。神団さんの作品で、タイトルはりっかちゃん。斉藤直樹先生はじめまして。神団と申します。この女の子はオリジナルキャラクターりっかちゃんと言います。涼しげで月のような雰囲気のりっかちゃんを目指し描いたイラストになります。ですが背景やエフェクトを描くのがかなり苦手なこともあってか、キャラと背景に何か違和感を感じてしまいます。あと私はアニメ塗りのようなパッキリとした塗りが好きなのですが、他の方のイラストと比べると私の塗りが見劣りしているように感じてしまいます。なのでお聞きしたいのは、背景やエフェクトの描き方のコツ、背景とキャラの馴染ませ方、アニメ塗りでよりよく見せる塗り方です。また先生の気づいた細かい部分を全部上げていただけたら幸いです。よろしくお願いします。とのことです。はい、コメントでは背景やエフェクトが苦手ということなんですが、もうがっつりね、エフェクトと背景描いちゃってますよね。あえて自分の苦手な分野に果敢に挑戦していこうという意気込みをひしひしと感じる作品です。最高です。いやー、こういう方はですね、もうすぐに上手くなっちゃうと思います。あと結構冷静に自分が抱えている課題についても列挙されているので、この点も素晴らしいですね。自分の強みと欠点をよく自分で観察して、それを改善できるかどうかが絵の上達には一番大事な部分ですから、この点についても神団さんの前向きさを伺い知ることができました。で、今回何を添削していくかなんですが、今回の添削のテーマはズバリエフェクトのコツです。他にも色々なことが含まれますが、一番のポイントはそこかなと思いました。このイラストですね、エフェクトさえうまく使いこなせれば、多分5、6倍ぐらい見栄えがするっていうイラストに変化すると思うんです。なので、その点に注目しつつ、イラストがどう変化するのか楽しみにしていてください。それでは早速いってみましょう。まずですね、このイラスト、パッと見た時に、ちょっと残念だなって思うポイントとして、視点が一箇所に定まってしまっているっていうことなんですね。ほら、集中線効果で視点をここに集中させつつ、そして人物もこの延長線上に配置されていて、見どころがね、ここに凝縮されてますよね。あとはですね、人物がこの真ん中に、画面の真ん中に配置されていますので、典型的な日の丸構図になっています。絵によってはそうした方がいい場合も多いんですが、この絵って人物のポージングを見る限り動きを表現したい絵じゃないですか。なのでこの場合においてはちょっとポージングと選んだエフェクトの種類がちぐはぐになってしまっていて、それが神団さんが感じているエフェクトの正体なんじゃないかと思うんですね。なのでまずはですね、人物の配置を見直して日の丸構図を避けてみましょう。こうします。はい、りっかちゃんを真ん中じゃなく少し位置をずらして日の丸構図を避けました。大きさも画面に対して大きく配置しました。で、ここからがポイントです。いいですか？よく聞いてください。キャラクターの動きを感じさせたい場合には、集中線の中心の部分を、この集中線の中心の部分ですね。これをあえてキャラから離した場所に持ってくると効果的です。例えば、こんな風に。はい、こんな感じですね。さっきの状態の集中線の中心はキャラのすぐ背後にありましたが、これをちょっと離れた部分、左上に持ってきちゃいました。こんなことして大丈夫なのって思われるかもしれませんが、大丈夫です。ここからさらに魔法をかけていきますよ。次はですね、補助線を描いていくんですが、ここでもポイントです。動きや空間の広がりをさらに強調したい場合には、集中線を曲げます。さあ、やってみましょう。ここが画面の中心だとしたら、普通はね、集中線ってこういう風に描きますよね。でもね、こうじゃないんです。こう描くとあんまり空間の広がりっていうのは感じづらいです。そうじゃなくて、ここからこう曲げる。ここからこう曲げる。こう曲げる。こう曲げる。こんな感じでですね、こうぐにゃーっと曲がった集中線を
描いていくんです。なので中心はね、この辺でしょうか。はい、わかりますでしょうか。集中線をこんな風にぐにゃっと曲げた状態で中心に向かわせました。こうするとどうなるのか。さあ、この補助線に沿ってエフェクトを実際に描いてみるとその答えがわかると思います。やってみましょう。はい、途中でぐにゃっと曲げた集中線エフェクトを書き入れました。さあ、どうでしょう。さっきよりもなんかダイナミックな空間が、そして勢いが出たような感じがしないでしょうか。ほら。しますよね。こんな風に集中線エフェクトを途中でぐにゃっと曲げるとですね、より奥の方からやってきたように見えるので、空間がすごく広く、そして動きもダイナミックに見えるんですよ。これ、すごいでしょ？で、さらに色でもこの効果を強調します。変更前はね、こんな風に一定の色でエフェクトを描いているんですが、ここにちょっと差をつけてあげます。すると、はい。手前をシアンがかったブルーに、そして奥に行くに従って白に変更しました。これによって手前と奥との距離感がより強調されたと思います。今ちょっとね、この奥の部分の白が、若干浮いた状態ではあるんですが、これは後でちゃんと馴染むように計算してありますので、ちょっとだけ放置して違う部分の調整をしていきます。次はこの雪のエフェクトですね。この雪のエフェクトもすごく丁寧に描かれているので、ほら、見てください。めちゃくちゃ細かいですよね。なので、目を引きつけるんですが、ちょっと逆に目を引きつけすぎですね。人物よりも目立っちゃっているような感じがあるので、少し印象を和らげてあげましょう。こうします。はい。変更前はですね、あんまり角度の違いがなかったんですが、これを思い切って角度の違いをつけてあげちゃいました。こうすることでも動きがさらに強調でき、より自然な感じを演出することができると思います。ただ、まだちょっと必要以上にこの雪が目立っている感じがあるのは、背景に対してのコントラストさがつきすぎているからだと思います。なので、その印象をもうちょっと和らげるためにこうします。はい。淡いエフェクトを雪の結晶にまとわせました。これでコントラストさが和らぎ、かつ動きが強調される効果も得られると思います。エフェクトに関してはこんな感じですね。さて、次は背景です。このままでもそんなに悪くはないんですが、まだちょっと違和感が残っています。リッカちゃんは集中線の中心の部分、こっちの方からビューンと飛んできて、そして画面手前に来たというストーリーがこの絵では感じさせたいんですが、画面手前と奥とで同じ宇宙空間が広がっているだけなので、なんとなく不安というか、君どこから来てどこに行くの？このまま宇宙空間漂っているだけじゃないよね？みたいな、そんな疑問が浮かんできちゃうんですね。なので、元々いた世界と手前の世界、これをはっきりと書き分けてあげることで、さらにこの絵を分かりやすく演出することができると思います。例えば、こうですね。はい。奥にですね、明るさの違う遠くの星々を書き入れました。こうすることで、リッカちゃんは向こうの星からやってきたんだっていうことがわかりますよね。で、ちょっとこれだけだと単調になっちゃうなっていう場合には、惑星の影なんかを追加してあげてもいいかもしれません。こんな風に。はい、こんな感じですね。で、さらに奥からやってきてどこに行くのかなんですけど、例えばこんな感じにすると納得感が出ると思います。やってみます。
はい、画面手前のリッカちゃんの真下には地球を書き入れました。こうすることで遠くの星から地球にやってきたというストーリー、そしてそのストーリー同士をつなぐエフェクトが一体になって、よりダイナミックにこのイラストを演出することができるんですね。どうでしょう？今、背景とエフェクトだけを変えた状態ですが、見比べると、ほら、ね、もう全然違うでしょ？さあ、ここまででも十分ではあるんですが、神壇さんは背景と人物の馴染みも良くする方法に関して気にされていたので、少しだけその部分を添削していきます。といっても結構考え方としては単純で、人物と背景が剥離しているのって、原因としては光と影にあるんですよ。例えばこのイラストは奥に強い光源があって、そして途中暗くなって、でさらに人物を直接照らしているライトみたいなのが当たっているっていう感じだと思います。なので、まずはこうします。はい、手前のライトから照らされてできる影の部分を強調してみました。この奥側の方をね、だいたい影に沈めてみたという感じです。これなぜかというと、全部に光を当ててしまうと、ちょっと平面的に見えすぎちゃうんですね。で、さらに、こうです。はい、画面奥やエフェクトの光に照らし出されてできるリムライト、後ろからの光ですね。これによって輪郭を照らし出してあげます。これだけで結構背景との馴染みが良くなった感じがするのではないでしょうか。人物と背景の馴染みを良くするには、背景の色も拾って人物にも反映させてあげると馴染みが良くなると思います。あとちょっと気になるのはですね、この髪の毛のハイライトの描き方ですね。これを少しだけ調整します。はい、ハイライトを細い線で描いていましたが、これだとね、あんまり遠くから見えづらかったりするので、まずは線ではなくて面で明るくしてあげて、で、その上でこうです。光の筋を数本追加してあげる。この方が全てを線で描くよりも髪の毛のハイライトに関しては効果的かもしれません。で、最後、他にも何か気になる部分がありますかってことだったんですが、まあそんなに気にはならないんですが、あえて言うなら顔のバランスが少しだけ気になるかなというふうに思いました。ちょっとだけ調整させていただきますね。はい、こんな感じです。輪郭に対しての鼻の位置とか目頭の部分、それと口の位置をほんの数ミリずらしてみました。あとは首元と胸元もちょっとだけずれている感じがするので、そこも微調整です。はい、こんな感じで添削終了となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？何度も言いますが、人物はね、もうほぼ書き換えていません。ですが、イメージ全然違うでしょ。今回の添削のテーマは、エフェクトを描くコツということでお送りしてきました。このイラスト、非常によく描けていたんですが、エフェクトの描き方によってもっとダイナミックに見せられるという話をしながら、こんな感じでエフェクトとそして背景を追加して、リッカちゃんは違う惑星から地球にやってきたヒロインなんだよっていうストーリーを絵に追加してあげました。ちょっと完全に僕が作った設定なので違ってたらごめんなさいね。ポイントとしては、集中線の補助線をぐにゃーっと曲げることでも空間の広がりを演出することができるっていう話をしました。で、人物と背景の馴染みについてなんですが、背
はい、こんな感じですね。光と影の方向と背景の色を人物に汲み取ってあげること。これをすれば馴染みが良くなるよという話をしました。いかがだったでしょうか？また今回は背景とエフェクトに重きを置いた添削でしたが、こんな背景毎回思いつかないよっていう人も多いと思います。でも大丈夫。そんな方にはこちらの動画、誰でも簡単背景の描き方5選がおすすめです。僕が長年イラストレーターをやってきて、これはめちゃくちゃ使えるっていう応用の聞きやすい背景の描き方を5つ紹介した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。